おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それこれ何ですか？これがチレですね。うちの一番の稼ぎ頭というか網油ですね。これが後々の仕込みで。このお店は何年ぐらいやられてるんですか？自分は社員になってからだと23の年からお世話になってるので、自分は今5年目になるっすね。お店自体はその前からあったんでしたっお店自体はその前からあって、来年で10周年とかになるんで、自分実はここの最初のバイトでお世話になってて、もうぶっちゃけた話言うと出戻りです。け？ちなみに今出戻りされたという話でしたけど、ここのお店に出戻ったきっかけとか何かあったんでしょうか？別のとこに就職はしたんですけど、全然なんか大学と違う畑違いのとこにそもそも就職して、失敗ばかりでみたいなとこもあったんですけど、それよりもこっちの方が楽しいなっていうのが自分の中であって、楽しい方を取ったといえば楽しい方ですね。で戻ったきっかけは豚のハツですね。心臓ってことですね。心臓の部分。いつも肉はどれくらいの量さばくんですか？うちはもう1頭で仕込んでるんで、豚1頭を丸ごとさばいてると。豚1頭丸ごとさばいてます。でも全然ある程度はもう加工されて、もう管でつながってるだけなので、もう最初からってわけじゃないですけど、本当もう仕上げの仕上げぐらいをこっちでやってるぐらいですね。1頭だったら串で言えば大体100本いかないぐらい、50とかは全然超えるんで、80とかそのぐらいがは大体1日で1頭で仕込める量ですよね。串にできない端材はもう全部煮込みとかにしちゃうんで、量で言えばもっとあるかもしれないですね。これは何ですか？これが豚のタンですね。
焼肉屋とかで食うようなとは形が違うんですけど。これが、ハラミです。横隔膜の部分ですね。でここがやっぱタンとハラミは人気ですね。肉肉しい部分。もつがダメだよって人もタンとハラミなら食べれるっていうのは人は結構いますね。その分あんま量が取れないんですぐ売り切れちゃうですね。この店に来たらこれ食べてほしいみたいなメニューあれば教えてください。うちに来たら絶対にレバーは食べてほしいですね。結構お客様にも言ってもらうんですけど、ここら辺じゃ多分ぶっちぎりで鮮度も良くて美味しいなと思います。自分もレバー食べれなかったんですけど、このお店で働き始めて、あ、レバーってこんなうまいんだ、今まで食ってたレバーって何だったかなっていうのにはなりました。うちに来たら網レバ、ネギレバと名物のもつ煮込みが食べてほしいですね。これが喉仏の部分ですね、豚の声帯の部分で。これは煮込み入れちゃう。煮込みも他のお店の煮込みよりもいろんな部位が入っているって感じですかね。部位の量は多分大体全部入ってるですね。うち串にできないもの基本全部入れちゃうんで、なんだこれっていうぐらいのやつも入ったり、メインは白もつが多いですけど、普段食べれない部位は結構入ってますね。喉笛は1頭で1本しか取れないんで、メニューにも載ってない裏メニューなんで、食べたい方がいればぜひ聞いてみてください。これがうちの一番の稼ぎ頭のレバーですね。だいたい4つに分かれてるので、これでだいたい網レバ、ネギレバ、レバーが全部で40本ぐらい取れるかなって感じですね。こういう筋張ったところはやっぱ串にするとあんま美味しくないんで、基本的に煮込み用にしちゃいます。大将の言葉を借りるならレバーの角が立っている。今おいくつなんでしたっけ？今年28になるんです。今までこのお店をやってきたりする中で苦労したこととか、お店辞めたいなと思ったこととか何かあれば教えてください。辞めたいってことはないっすけど、苦労したのは料理を全然したことがなかった
きなり料理したことないやつが焼けって言われてどうすればいいんだろうなってのはやっぱ苦労したっすね。まかないが出来合いのものを使うと大将にいろいろ言われたりしたんで、クックパッドだったりをいろいろ使って一人暮らしとかもしてないのにいきなり大家族になったみたいな、そんなのがやっぱ苦労しましたね。毎回メニューとかも偏っちゃうと飽きちゃうので、だからといって持つばっかりしてもそれもそれでっていうので、そこは結構苦労したとこかなと。これが噂の。これがこれから作るのがうちの人気メニューの網レバです。よくお客さんに網レバの網は何なんだって言われるんですけど、網焼きの網なのかって言われるんですけど、この網してるんで、これが網油で巻いたレバーで網レバっていう、これを巻くか巻かないかでやっぱ段違いに変わってくるんですね。網レバはどっちかっていうとレバーの食感とかが苦手な人が食べてるんですよ。好きな人はもうなしでも全然パクパク食っちゃうんですね。これ、白ですね、小腸の部分です。ホルモン炒めとか中華料理屋で使われるのが多分多いかなと思います。このお店はもううちはタレで焼いてますね。基本的には串で打って、まあ大体5貫か6貫ぐらいにして、結構これ好きな人も多いですよね。ホルモンっていう割には割とあっさりめかなとは思います。これは何度も洗ってるってことですか2回茹でこぼしてその度洗ってる感じ。どうしても匂いが出ちゃうんで早めに処理しないとやっぱ匂いが出ます。昨日煮込みです。昨日はちょっとお客さんが結構来てくれて、まあ大体週末は毎回こんな感じですね。継ぎ足していくってイメージですか？そうですね、継ぎ足しでやっていきます。
あれ持つってもう上がってる。引っ張ったかる。スペシャルメニューですね。ほんと普段は出してなくて、週末だったり、祝前日だとかですね、出すのは。極厚牛タンですね。ぜひ食べてください。すいません。はい。じゃあメガ生の大きいの。メガ玉2つで。はい。お願いします。はいよ。お願いします。高市から失礼いたします。ですね。失礼します。お皿はチナラでやってください。はい、ありがとうございます。はいよ。大変お熱いので気をつけてお召し上がりください。お願いします。すいません、前から失礼します。アミレーバーですね。この店よく来られるんですか？そうですね。月1ぐらい。いつもアミレバを食べに来てます。おすすめのメニュー、アミレバなんかあれば教えていただければと思うんですけど。メガ生です。今日ちなみにお味はいかがでしょうか？いや、超うまいっす。求めてた味ですね。はい。あ、じゃないですね。あ、チレ単品だった。今のうちです。日本。本当にチレ。すいません、前から失礼します。ネギレバーですね。はい、ネギレバー、はい、来ました。
ありがとうございました。はい、いかがでしたか？美味しかったです。美味しかったです。ミレバがね、やっぱりふわふわ感がいいですね。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。上司のですね。ハラミではない。この店よく来られるんですか？初めてです。はい。もつ焼き美味しいです。関西から来たんで。あ、そうですか。関西もつ焼きないんで。なるほど。上白。めっちゃうまいです。最高です。うまいです。いかがでしたか？いやもう最高に美味しかったです。美味しかったです。はい。特に印象に残ったメニューとかありますか？もつ煮最高普通に美味しです。かった。あ今日はありがとうございました。りがとうございました。すいません、お待たせします。生レモンサワーですね。うまい。すみません。これ網レバ？今日はちなみにどちらから？今日は自分松本で、彼は愛知から来てくれました。この店はどうやって選んだんですか？自分がちょっと結構来てるアミレバめちゃくちゃうまいです。美味しいです。いかがでしたか？網レバ美味しかったです。煮込み市です。お願いします。チェリーバー、カルビ焼き。はい。右レバでございます。
はい、お願いします。こんにちは、笹崎焼きでございます。こちらのお店は初めていらっしゃったんですか？とても美味しくいただいております。特に印象に残ったメニューとかありますか？握りレバーの方ですね。握りもすごく絶妙でプルプルですごく美味しいです。はい。すごく美味しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いかがでしたか？とても美味しかったです。レバーがとても美味しくて、塩だれもすごく合ってて、とても美味しかったです。また松本に来た時はお伺いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに今日はどちらからいらっしゃったんですか？今日は安曇野です。よくこのお店来られるんですか？久しぶりぐらいですね。この店来たらこれ食べとけみたいなおすすめ何かあれば。もつ煮はうまいっすよ。名物って書いてありますしね。うまい。うまい。うまい。はい。うますぎて。うまいっす。いかがでしたか？食べれば最高です。最高。本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからこの店をどうしていきたいとか、ご自身の夢などあれば教えてください。こう大将に任されてて、大将からの言葉で自分こういう風な店作ったいなとはあるのが、記憶に残る店っていうのはやっぱ作っていきたいなとは。出張とかで来てくれた人だったりとか、家族でフラって来てくれた人とかが、あ、そういえば松本に来たらここのお店あったなってふっと思い出してもらえるような、そんな店を作れたらなっていうことを考えつつ、そんな店を作れればいいなと思って、お客さんにもそう思ってほしいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。